にちは。今回は推しの子第18話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。黒川茜重すぎ問題。これもう茜かけるかなだろう。かなちゃんはどんなハードなプレイでも受け入れてくれる代わりに自分を殺しちゃってると、アクアもあかねちゃんもわがままかなちゃんに戻って真正面からぶつかってきてほしいのね。あかねはある意味かなちゃんの共振者だな。最古あかねちゃんは重曹ちゃんによって作られたのか。重曹ちゃん、幼女は当時何歳だったんだ。セリフが大人すぎるだろ。やっぱあかねって重曹ちゃんに対しては不蔵入り混じる感情なんだな。プロファイリングの伏線回収したしな。あの年齢から心理学本読み漁ってたとは。憧れのカナに強い言葉で拒絶されてショックだった。かわいそう。カナムカつくよね。人の気持ちを理解できるようにいろいろ勉強した。努力家で真面目で良い子。人知を超えた第六感。超能力を手に入れた。今まで憧れのかなちゃんの髪型を真似してたんだね。なのに男ができた途端、彼の好みに合わせて伸ばし始めるあかね。生々しくて良い。あかねは3期やるならヤバい痛い女ってわかるから、今日のあれでわかるけど、ヤバみはもう今でも十分振りまいてるから。あかねのファンが可愛かった。可愛かったのになぜああなってしまったんや。因縁話も面白かったけど、ロリあかねちゃんの可愛さにやられたわ。ロリアカネ可愛かった。帽子吹っ飛ばされたらムカつくよな。帽子一回吹っ飛ばされただけなのに悲壮感を出すためにボロボロになっておきました。あかねちゃん、君の悪い子供に全く眼中になくてくさ。その少年、あなたの彼氏ですよ。こないだの様子だとアクアが子供の頃の映像知らないみたいだったし、未だに気づいてないのかも。ロリかなちゃんとロリあかねちゃんがロリ可愛かった。大人の闇に染まったり、相手のことを思ってこじらせる前に戻して。ぶち切れロリ有馬の演技よかったな。語尾に軌道が締まってキュッてなる音まで入ってる。重曹ちゃんの精神年齢あそこまで上げてしまう周りの大人の罪は重いな。子供のうちは無条件に愛されることを学ばなくてはならないのに。幼女あかねがピーマン無理して食べてたのも、かなちゃんがピーマン体操を歌ってるから。ピーマン体操、平成ソングに15位って相当すごいぞ。からかいの糸がなくとも代表作と言われて仕方ないレベル。団子三兄弟みたいなもんだろあれ。本人は黒歴史扱いしてるっぽいけど、誇っていいよな。しかし重曹ちゃんが相手のセリフが SE と重なって客が聞き取れなかったのを瞬間的にフォローしたのは素晴らしいな。効果音とセリフが被っちゃうトラブルとかもあるんだな。生の人間がリアルタイムでやってるから同じ舞台でも細かいとこ毎回違うんだろうな。舞台装置に徹する有馬かな。今週も良かった。演出もかなり攻めてるし、兄よりも結構あったな。演出いいな。原作の足りない補充うまく作ってるな。三田のりおが狂言回しだったと今更分かった。あのメガネの人だけもともと浮いてると思ったらナレーションみたいな立ち位置だったのか。舞台が回転してるから疾走感ある演出できんだな。まさに2次元で 2.5 次元を見事に再現してくれたわ。役者が横に走って舞台転換するの面白かったね。面白いわ。1話ごとにキャラの知らない側面が見れるわ。前回メルトが必死に追っていた一番星を有馬かなはいつの頃から諦めて自ら輝くのではなく星を照らす側になろうとしてたんだわ。そういう演出がつながってるんだわ。振り返ると重曹ちゃんはこれまでも相手に合わせて演技すること結構してきてたけど、こういう背景があったんだなと納得したわ。なんでどいつもこいつも相手の演技を初めて見たような顔してんだ。有馬は今までの稽古でもずっと脇役に徹してきたんじゃないの。稽古では主役面で生きってたのに本番で急に引き上がったってこと。みんな本番まで 80% くらいに抑えて演技してるんだよ。メルトだって本番まで大道芸封印してたし、悟空が初めてベジータと戦う時いきなり海王拳10倍とかしないでしょ。
メルト君に至っては本当に初見でしたね。茜は稽古の時は周りを食べちゃうような演技を出してなかったと思う。本番で有馬と本気でやり合うつもりで抑えてたんだろう。有馬は本番で初めて茜の周りを食べちゃうような演技を見て嬉しくなって、それに全力で対抗しようと感情のタガが外れかけたけど、過去の苦い記憶、周りを無視して自分本位の演技をしたせいで干されたを思い出して踏みとどまった。前に出ないかなちゃん、茜チンディスってたけど、バイプレイヤーが作品支えるってよくある話なんだよな。かなちゃんはちょいかわなデンゼル・ワシントンとか碇谷長介だろう。全員が織田裕二じゃ騒がしいだけだし、後の世に評価されて最終的に生き残るのは織茂正夫じゃなく山田くんなんだよ。かなちゃんは嫌ってほどそれを知ってる。まあこれからアクアと茜の2人がかりで本気のカナを強引にでも引きずり出すことになるのだろうし、どうやって引きずり出すのか見ものだな。アクアが各編の劇場を開放して退いて支えるじゃ対応できない。こっちもその劇場に見合うことしないと舞台が破綻するみたいな状況じゃね。しかし妙だな。かな、アクア、茜の三角関係だと思ったら、なんか最後の当たり役は、かな、茜の三角関係の空気を感じたぞ。気のせいか。アクアは2人に構うより自分の演技に感情を乗せられるかじゃないのか。カナの本気を引きずり出すのを失敗した場合、舞台の出来にも響くし、さらにカナが役者どころか芸能人として再起不能になる恐れもあるから、リスクのある賭けでもあるだろうな。あれ、ルビーちゃんは綺麗な目をキラキラさせて綺麗言うてたぞ。重曹ちゃんを引っ張り出す話は正直1話にまとめて欲しかったのはある。舞台編は面白いけど B 小町も見たいしね。2.5 次元編は8月で完結予定。プライベート編9月4回やるのかな。俺は抵抗なく見れてるし、十分に面白い。俺も重曹の真の実力やいかに。推しって色々な意味を持たされてるんだなって感心する。重曹だけに重曹的。フレッツラ茜ちゃん見れて満足。茜ちゃんの傷つけられた相手を非難するじゃなくて、理解して寄り添おうとする姿勢がほんと好き。かなちゃんがいつも茜ちゃんに対して思う自分が正しいと思ってる演技は、昔のかなちゃんの演技そのものだったのかな。有馬かなは自分を殺して作品をよりよく見慣れてしまってる。黒川茜が頑張るほど、茜の求める有馬かなはいなくなる。そして太陽としての有馬かなを引きずり出すのは、多分来週好きな回。有馬かなと黒川茜の因縁。茜がかなに初めて会った時かなは絶望していた。演技より知名度。周りを引きつける茜に対してそれを立てるかな。違うよ。そんな演技させるつもりじゃなかった。本気のかなに勝ちたい。だったら俺たちで前に引きずり出そうとアクア。すごい展開。動きがつくことで舞台装置の仕組みが鮮明に伝わったのと、音と演技、アクションから伝わる有馬かなと黒川茜それぞれの視点、舞台上の華やかな感じと悲しげな引きに全身が突き動かされたな。ステージ、細かな小道具や演出も余すところなく美しかったです。続き楽しみ。茜のカナに対する愛憎の深さよ。カナの心を知るためのプロファイル能力だったとは。憧れた太陽に再び輝きを取り戻す。これ自体は隠しようもない茜のエゴだけど、それが正しいと視聴者に信じさせるだけの描写とプロットが秀逸。しかしアクア、自分の感情演技は大丈夫か。岩見真中さんの演技が半端ない。特にさや姫茜ロリ茜の移り変わりがすごかった。茜が演技で原作を超えたなら、真中さんは声で原作超えてる。ロリ茜が地味にロリアクアのシーンを見てなかったのが面白かった。原作になかったのにわらわら。努力型天才役者黒川茜。彼女の洞察力をもとにした憑依型演技の根源はカナであり、アクアとの恋愛でもわかるように、茜の病的なまでの深い愛情は、自分をここまでしてくれた役者カナにも向いているのだろう。その深い愛情の裏返って、今のカナの演技が嫌いなのだろう。黒川茜と有馬かなという2人の天才の過去から現在へと続く因縁とぶつかる思いが、
東京ブレイドの役柄と重ね合わせて描かれる演出が圧巻で見入ってしまいました。果たして茜とアクアは引っ込み思案の少女が憧れた太陽のような輝きを引き出せるのか。有馬かなの本気期待してます。形だけのオーディション、出来レース、良い演技よりも知名度。大事なのは視聴率、金が取れるかどうか。リアルで生々しい芸能界の闇、ビジネスの世界という現実を描いてる時が一番面白い。演技に正しさなんて関係ない。そんな有馬かなの周りを全員食べちゃうような演技に期待。幼女赤かな回、しっかり長い。とりあえず2人ともロリかわいい。幼い有馬かなの努力と大人の事情を飲み込まざるを得ない状況の苦しさが、声がついて動きや演出がつくと胸にくるものがある。アクアの地雷を踏んだ有馬と同じように、知らないまま茜も地雷踏んじゃうよね。出来レースで動じないあたり、当時の有馬かなの地獄ぶりが垣間見えて、ゾクッとします。自我を捨てるというのも一つの答えというか、メッセージ性を感じます。そんな有馬が輝いた数少ない場面が B 小町のライブだったと思うと、また見方が変わってきますね。かなの相手に合わせられる演技は、アクアや五反田監督との出会いの経験がキツキのきっかけだと思うが、もしこのキツキがなければ役者として潰れた可能性が高いが、一方で嫌われた孤高の天才女優の可能性もあったかもしれない。まるで太陽のように輝く女優に。かつては自分自身が眩しく輝く太陽のような子役だった有馬かな。しかし、今の彼女は周りを照らすだけで、自我の輝きは失っていた。ファーストカットのスポットライトが最後に黄色く輝き、そんな彼女を光の元に引きずり出そうとする茜とアクアが、太陽のように描かれるのが良い。茜ちゃんは本当にかなちゃんにリスペクトなんだな。そして相変わらずの洞察と考察。自分を引き立ててくれるかなちゃんに、自分がわがままなだけだったのでは、と思い詰めたところに、アクアの一言、次回が楽しみすぎる。演出も素晴らしいし、タイトル対応、最高。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。